お、早っ。では行きます。おおおいった。おおいいじゃん。いきます。おはすげえ。おおすご。これはすごいな。
はい、っていうことで、ちょっと時間はかかりますけれども、ここまで楽々この木を引っ張ってくることができました。これですね、かなり重いので人力でここまで引っ張ってくるのは無理だと思います。これのおかげでですね、ここにいながらにして、ただドリルをぐるぐる回すことによってですね、ここまで引っ張れると。こんな感じでこう引っ張ってきて安全なところでこう玉切りするとかですね、そういった時にもこれいいんじゃないかなと、ちょっと今使ってて思いました。はい。これ使ってみて良かった点とここかなと思った点それぞれ挙げたいと思います。まず良かった点がですね、こんなにコンパクトなのにしっかり340キロまで物を引っ張れるっていうところですね。今回本当にですねびっくりしたのがこの電動の、マキタのドリルを今回持ってったんですけれども、これがあればですね、さっきやったように倒した木なんかもバーッと引きずることができたんですよ。で340キロまでいけるっていうことなんで、木をですね安全なところで切ってそのまま軽トラに乗せるとかですね、あとはすごいでかい丸太なんかも軽トラに積む時なんかにもこれいいんじゃないかなと思いました。はい、で何より使い方が楽ですね。もうドリルのここのチャックを開けて、ここの本体のここにですね入れた後に閉めて、あとはこうトリガーを引くだけで巻いてくれるっていうところで使い方も本当に楽です。こういったロックとかアンロックとかも本当にしやすい、一目瞭然で分かるっていうこのユニバーサルなデザインも良かったです。こういったところもですね本当に作りしっかりしてるんで頼もしいです。さっと出してさっと使えるっていうのが本当にいいですね。この持つところもですねちゃんと滑り止めのグリップ加工されてるんで、こういうところもですね、本当に武骨なんですけれども機能的といいますか、よく考えられてますよね。こういうなんかよくぶつかりそうなところもですねしっかりこういうラバーっぽいこういうエラストマンみたいな素材で保護されてるので、こういうところを見てもですね長く使える代物なんじゃないかなと感じました。これ重さもですね約6キロっていうところで軽くはないんですけど全然持ち運べる重さと大きさだと思います。今回木を引っ張ったところがですね軽トラからちょっと離れてはいたんですけれども、これのおかげでただこう持ってってすぐにこう着手することができたんで、あんまり重さは気にならなかったですね。さっき言ったこのグリップもしっかりしてるんで持ちやすいので、340キロ引っ張れてこのコンパクトさは逆にいいんじゃないかなと思いました。はい、このワイヤーの長さもですね 12.2 メートルだったかな。なので、さっき最後木をこう引きずったんですけれども、ああいうフィールドでもですねかなり役に立ちます。で使い終わったらこんな感じですね。簡単に巻いて撤収できると。あとはですね燃費もすごい良かったです。今回の撮影ではこの 2.5A マキタの 40VMAX の一番容量小さいバッテリーなんですけれども、1個もメモリが減ることなく終わりましたね。たっぷり使えるっていう印象ですね。はい、でここかなと思った点はですね、ちょっと巻くのに時間がかかるかなっていうところです。今回このドリルでいう MAX のこの2っていうこのモードでやったんですけれども、それでもちょっと木引っ張る時とかはちょっと時間かかるなっていうふうには感じました。はい、あとはですねこのドリルは別売りなのでこれは必ず自分で自前で入手する必要があります。持ってる人はいいと思うんですけれども、これいいなと思ってドリルも一緒に買おうっていう方はですねこっちのドリルもちゃんと調べた方がいいかもしれません。これがですねマキタの結構しっかりしたドリルなんですよ。 40VMAX なんでパワーもあるし回転も速いんだったっけな、
なのでちょっと弱いドリルとかでやると、今回撮影でやったようなああいうでかい木が引っ張れるのかっていうのはちょっと自分ではすいませんわからないです。なので個人的にはですね、しっかりしたドリルと併用して使うのが絶対いいと思います。はい、であと注意点としましては、これドリルウィンチっていうぐらいなんで、必ずドリルで使用するっていうところです。インパクトでやっちゃうとおそらくこれ壊れちゃうと思うんですよね。インパクトと今回のこのドリルって結構見た目が似てるんですよ。ここにもちょっとマキタのインパクトあるんですけれども、似てますよね。なので少なからずこれ同じものだろうって思ってる方いるかもしれないんですけれども、こっちでやっちゃうとですね、インパクトって打撃加えてネジとかボルトを締めていくものなので、ここに打撃加わって壊れちゃうっていうことがあるので、必ずドリルを使用しましょう。はい、なので注意点はそんなところですね。はい、それにしてもどうですか、これ個人的にはめちゃくちゃ気に入りました。今回みたいな木切り倒す作業の時は絶対に持っていこうと思います。今回これがですね、オートプロズさんっていう会社さんからありがたいことに送っていただきました。誠にありがとうございます。オートプロズさんといえばですね、このチャンネルではかなりおなじみのこれハイリフトジャッキっていうものです。これを日本で正規代理店として販売している会社さんなんですよ。このハイリフトジャッキもめちゃくちゃ良くてですね、自分気に入りすぎて、これの他にこの今出した赤いやつのさらにエクストリームバージョン、これハイリフトエクストリームジャッキだっけかな、赤いやつよりもさらに堅牢に作られているものです。でこれの他にもですね、この小型のハイリフトジャッキ、こんなものも持ってます。全部で3つ持ってるぐらい、それぐらい気に入っているものなんですけれども、これはですねちょっとした作業なんかに使う時にすごい重宝してます。これが何かと言いますと、文字通りジャッキです。でハイリフトジャッキっていうぐらいなんで、もう高いところまでこう上げられる、これジャッキなんですよ。普通のジャッキって足元でこういうふうにやって、せいぜい膝丈ぐらいまで上げるジャッキが多いんですけれども、これに関してはですね、この短いバージョンですらもこんなに高くものを持ち上げられると。でそれでいてですね、使い方もかなり簡単で、これ説明すると、このラチェット上にガチャッとやるともうこれで準備 OK で、ある程度の高さまで持っていって、でそこからこうカチカチ持ち上げていくっていう、そういう代物です。で使い終わったらこのラチェットを下に下げてストンと下ろすと、そういったジャッキです。これちょっと別の動画としてこの辺にアップしてあるので、ちょっとぜひ、見てほしいんですけれども、これ確か3トンだったかな、3トンまでの重さをこのジャッキで持ち上げられるっていう、それぐらいのポテンシャルを秘めた、そういったハイリフトジャッキっていうものです。自分これ気に入りすぎてて、今お見せした3つ、持ってます。あとはですね、今回この物を引っ張る時に使ったこういうやつ、なんていうんだ、このバンドみたいなやつですね。これもハイリフトジャッキ用のこれバンドなんですよ。すごいしっかりしたやつ。今回はこれを流用しました。ハイリフトジャッキを使ってこういうものですね、こういったものもありまして、これが何かというと、ジープとかランドクルーザーとかですね、ああいうオフロード車のタイヤが例えば泥とかにはまっちゃった時にですね、これをこのハイリフト、このジャッキにつけて、これ自体をタイヤに引っ掛けて、で泥から脱出させるみたいな、そういうキットです。ハイリフトジャッキこの3本ともそうだし、このセット、これは自腹で昔買ったものなんですけれども、こういうですね、いざという時に、すごい頼りになる、そういったアイテム、オートプロズさんではいろいろ取り扱ってらっしゃいます。これはこれについてきたものです。こういったものはあるので、ぜひ気になった方はですね、ぜひ概要欄のオートプロズさんのショップのリンク、見てみてください。はい、ということで今回はドリルで動かせるウィンチを使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。